上にチョコを乗せて、冷風をかけて、はい、皆さんこんにちは、パティシエの徳永淳二です。今回は、チョコレート、これを使って、ボンボンショコラを作っていきたいと思います。じゃあまずレモンのガナッシュを作っていきたいと思います。こういったね、スーパーやコンビニで売ってるようなチョコレートを使って本格的なチョコレートができますので、まずミルクチョコレートをこうやって適当に割って湯煎で溶かしていきます。ここでポイントがあって、上のボウルの方が大きいです。もし反対で鍋の方が大きいと蒸気がこう入ってしまうんですよね。蒸気が入ったりするとまた状態とかは良くないので悪くなってしまうので、こういったやり方をした方がいいと思います。沸騰しすぎたお湯だとどうしてもチョコレートが状態が悪くなってしまうので、弱火で、溶かしていけばいいと思います。混ぜないと下の方だけ熱が入ってしまってまたチョコレートの劣化につながっていくので、こうやって混ぜながら均一に溶かしていくといいです。はい、このように完全に溶けたら、火から下ろします。では続いて、生クリームとレモンの表皮のすりおろしを沸かしていきたいと思います。鍋に生クリームで、ここにレモンをすりおろしながら加えていきます。あんまりね、これ強くこすりすぎてしまうと白い部分が今度は入ってしまって苦味の原因になったりするので、表面だけをすりおろすイメージですりおろしていってください。これを沸騰させていきます。で、沸騰したら火を止めて、これを溶けたチョコレートにそのまま全て加えます。この状態で混ぜ合わせていきます。ゴムベラなどを使ってこのように混ぜ合わせていきます。今のこの状態を覚えておいてください。これは分離している状態ですね。ちょっと僕はボソボソした感じになっていると思います。ザラザラしたというか。チョコレートっていうのは乳化っていうことがすごい大事になってきます。その乳化状態を得られないとざらついたチョコになったり口どけの悪いチョコレートになったりするので、この乳化っていうのを特に注意して、作ってみてください。乳化っていう言葉なんですけど、本当にざっくり簡単に言えば水分と油分がしっかり結びつくっていうことですね。本当簡単に言うとそうですね。ここにさらに水分を加えることによって水分と、油分のバランスが取れて乳化の状態が、作れるようになっていきます。続きましてレモンの皮をすりおろした中身の方ですね。汁だけを絞ったもの、これを鍋に入れて砂糖も入れておきます。沸騰させます。レモンと生クリームは一緒に沸かさないようにしています。なんでかっていうとレモンの量が多くて生クリームが分離したりしますので、これは別々に沸かした方がいいですね。で、このように沸騰したら火を止めて、またこれを全部加えていきます。混ぜ合わせていきます。こうやってしっかり混ぜ合わせてください。この時ね、できるだけ泡が入らないようにした方がいいですね。こうやって中心から混ぜ合わせていきます。で、この状態見てください。こうやってツヤのある状態で滑らかな状態になっていると思います。これが乳化って言います。最後に、室温に戻したバターですね。これもしっかりバターが混ざるまで混ぜ合わせてください。で、こういった赤外線の温度計なんですけど、これがあるとすごく便利です。合わさった段階で温度を測ります。こうやって、そしたら今だいたい46度とか7度ぐらいになっていると思います。そうすることでしっかりした乳化が、作りやすいですね。チョコレートの融点っていうのがだいたい35度前後って言われてるんですけど、その温度以上で必ず水分と合わせることですね。35度融点より低いと固まっている部分があるので、きれいに水分と結びついてくれません。なので必ず、35度を超えればいいんですけど、40度以上になっていれば問題ないので、もう余裕を見てだいたい僕は40度っていうふうに言っています。では、型に流していきたいと思います。今回はトリュフ用と四角いチョコレート用で2種類でチョコレートを作っていきたいので2種類流します。
紙などを引いてその上に流していきます。そしてそのままだと角がきれいにはまらないので、ここ四隅をちょっとねこうやってカットしておいてやるのがポイントです。でこのままだと紙がベロンってなってしまうので、油を塗ってやります。紙がきれいにピタッとひっついてくれて、後の作業がしやすくなります。紙をこうひっつけてやります。ここに 300g 流してやります。ゴンベラでね、少しこうやって角に入れてやって、ちょっと揺すってやって、こうやってやるときれいに平らになってくれるので、この状態にしておきます。残りのものを、バットにこちら直接でいいです。ラップして、これで冷蔵庫に入れておきます。はい、これが冷蔵庫で48時間、冷やしておいた、ガナッシュになります。これをコーティングするためのチョコレートを作っていきます。テンパリングっていう作業になります。テンパリングっていうのはチョコレートの温度調整のことですね。そのテンパリングっていう作業を行わないと口どけが悪かったりとかザラついたチョコレートっていう風になってしまうので、テンパリングっていう作業が大事になってきます。大抵チョコレートを作る時っていうのはそのテンパリングっていうのはかなりネックになってきます。できるだけ簡単に、ご説明したいと思います。まずこのブラックチョコレートですね。これを湯煎でだいたい50度前後まで溶かしてやります。50度まで溶けたら室温などでだいたい30分から1時間ぐらいですかね。だいたいたまに混ぜながら温度を測ってやって、これを34度まで持っていきます。必ず34度。チョコレートってすごい繊細で、1度違うだけで全然変わっちゃうんですよ。34度っていうのがポイントですね。結晶が融点のところなので、はい、でこれを室温でちょっと冷ましている間にチョコレートを刻んでいきます。このチョコレートはちゃんとテンパリングの取れている状態のチョコレートなので、その結晶を溶けたところのチョコレートに入れて全体になじませます。そうすることでいい結晶を広げるっていうイメージですね。しっかり、刻んでおきます。こうやって細かくしておきます。溶けたチョコレートの 5% から 7% ぐらいですかね、刻んだものを入れて、溶かしていくといいテンパリングができます。今34度になっています。この先ほど刻んだチョコレートを全て加えます。でこれを混ぜて、この粒々がなくなるまで混ぜて溶かしていきます。こういったゴンベラのこの縁の部分を使ってこうボールに当てながらこうやって溶かしていくとやりやすいと思います。今ね30度まで、温度が下がっています。そうするとちょっと今度は冷えすぎてしまっているので、だいたい31度をキープするようにしてください。こういったドライヤーとかで温風で温めながら溶かしてやってください。でこの時絶対34度は超えないようにしてください。刻んだものを入れてからこうやって完全に溶けきるまでチョコレートの玉を溶かし切ります。はい、これだとどうしてもまだ固まってないのでテンパリングできているかどうかわからないです。そういう時はこういったスプーンとかにこうやって垂らして、これを室温とかに置いておきます。これが、2分以内に固まればテンパリングはできています。もしこれがテンパリング失敗して、綺麗な結晶ができていなかったら2分経っても固まらないです。2分以内に触っても固まってますので、これで固まっているのでテンパリングはできています。いい結晶が残っています。ではちょっとあえて35、6度まで上げてスプーンに流してみますね。そうするとなかなか固まらないので、37度ぐらいまであえてちょっと温度を上げてみてるんですけど、これをちょっとスプーンにこうつけといてみますね。でちょっと 2、3分待ってみます。これだいたい2分ぐらい経ってます。温度もねしっかり下がってるんです。18度とかになっているんですけど、こうやってやるとやっぱり固まってないんですよね。これと同じ温度です。こっち上がってみると同じ温度なんですよね。こっちは固まっている、こっちは固まっていないっていうようなことが起こります。
はい、続いて冷蔵庫から出したチョコレートをこれを型から外して先ほど行ったテンパリングしたチョコレートこれを上に少量薄く塗っていきます。でこのような感じで薄く塗っていきます。チョコレートが、2、3分経ったら固まっていきますので、固まったらこれを繰り返して紙を剥がしていきます。でこれを、カットしていきます。このまま包丁で切っていってしまうとちょっとひっついたりとかして切りにくいので、ナイフを少し温めてやります。お湯の温度は4、50度、熱すぎても今度はチョコレートが溶けすぎてしまうので気をつけてください。ナイフを温めて水気切ってカットしていきます。3センチ ×3 センチのサイズ。はい、こんな感じでカットできたらテンパリングしたチョコレートでコーティングしていきたいと思います。大体これはもう31度ぐらいに調整したチョコレートになっています。でこのボールの縁のところにちょっとセロテープをつけておきますね。これが後からちょっと理由が分かると思うんですけど、このチョコレート下面に塗った方ですね。この面を下にちょっとこうやって入れてやります。上にこうチョコレートを乗せてやります。でそのままフォークとかでこうやってすくい上げます。このままだと上が熱くなりすぎて美味しくないので、このドライヤーとか冷風でチョコレートを少しだけ飛ばしてやります。この下に出たチョコレートをこのセロハンテープのところでこうやって取ってやります。添えてやります。使っている時にチョコレートがまた冷えてどんどん口からちょっと固まってきたりするので、その都度31度ぐらいになるように、今度はドライヤーの温風の方で少し温めてやってください。そして上にチョコをのせて冷風をかけてチョコを飛ばして叩いて平らにして下のチョコを落として置いていきます。はい、こんな感じでコーティングしていきます。では、続いてガナッシュ、これ2日経ったものですね、絞っていきます。こんな感じできっちり固まったガナッシュになってます。ガナッシュを、絞り袋に入れて、こういった丸の口金で絞っていきます。こんな感じで丸く絞っていきます。これは後でまた手で丸めていくので多少形がいびつでも問題ありません。こんな感じで絞ったらこれをまた冷蔵庫で30分ぐらい寝かして冷やしてやります。これが30分冷えた状態のものになります。これをまたさらに手袋なんかをつけてやるといいですね。取ってもらってこんな感じでちょっとねいびつなこんな形にするとねいいと思います。トリュフらしくなると思います。こうやってチョコを手の上にこうやってつけます。でこのチョコレートをガナッシュをこうやって表面薄くこうコロコロさせといて、でこれをココアパウダーなどの上に落とします。でこれを揺すってやってココアをコーティングしていきます。こういった感じでトリュフは出来上がっていきます。もしテンパリングの作業ですね、もうこれが本当難しいっていうんであれば、もうこのガナッシュごとここにココアにコロコロすればいいと思います。これでトリュフができます。ではちょっとトリュフ食べてみます。ミルクチョコレートの優しい甘さとレモンの酸味がちょうどいい相性ですごい口どけよくて美味しいです。やっぱりしっかりテンパリングできたチョコレートで薄くコーティングされているので、パリッという食感と中の滑らかなガナッシュがすごい合ってて美味しいです。4つのレシピを紹介させていただきました。スイーツ作りの楽しさが伝わったでしょうか。一度やってみると楽しいものなので、ぜひ皆様もスイーツ作り挑戦してみてください。ありがとうございました。日曜夜はテレビで情熱大陸。